たスイス旅行の中からグリンデルワルト編をお届けします。フィルスト、ユングフラウヨッホ、そしてラウターブルネ、アルプスが生み出す絶景の数々を3日間にわたってお届けします。すごいね。今日の目的地はフィルスト、グリンデルワルトを代表する人気の展望台です。フィルストへはゴンドラで向かいます。ゴンドラの駅までは駅前から続くドルフ通りを10分ほどまっすぐ進んでいきます。サンスターホテルを左へ曲がるとフィルスト行きのゴンドラ駅に到着です。自転車も行くんだ。見て。フィルストへ向かうゴンドラの旅はそれ自体が一つのアトラクションです。グリンデルワルトの街を見下ろしながらアルプスの大自然の中へ入っていきます。ゴンドラは途中で進行方向を変えながらさらに高度を上げていきます。すごいね。フィルストに到着しました。まずは展望レストランで腹ごしらえです。目の前に広がるのはアルプスの雄大な山並み。絶景を眺めながらランチを楽しんだらいよいよ天空の湖を目指して歩き始めます。今回のハイキングコースをご紹介します。これから目指すのは天空の湖とも呼ばれるバハールブゼー。フィルストから湖までは片道およそ3キロ、往復で2時間半ほど見ておくと安心です。坂道を登りきると水汲み場が現れます。ここで水を補給しておくのがおすすめです。左手にはアイガーをはじめとするアルプスの名峰たち。その雄大な山々に見守られるように眼下にはグリンデルワルトの街並みが広がります。聞こえるよね。周囲に響く鳴き声は仲間に危険を知らせるためのサインです。
この声を頼りに探してみると姿を見つけられるかもしれません。すごい景色。鏡の湖とも呼ばれるバッハ・アルプゼーに到着しました。湖面はまるで鏡のようです。眺めていたい景色ですが、ゴンドラの最終時間も気になるところ。名残惜しいですが、フィルストへ向けて戻ることにします。バッハアルプセから戻り、スタート地点まで帰ってきました。せっかくなので、ここでフィルスト名物のクリフウォークに挑戦してみます。果たして無事渡りきれるのでしょうか。超怖いんだけど。怖い。なんとか渡りきることはできましたが、展望デッキの先端までは行けませんでした。ちょっとみんな狂ってるわ。先端にはたくさんの人たち。どうやら怖がってるのは私だけだったようです。Searching for something that ain't lost. Have a garden, our lines crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter. Why I wish for something better.
歩いて降りる人もいるんだね。ビルストから戻りホテルにチェックインしました。今日から2泊お世話になるお部屋です。お部屋は少しコンパクトですが、窓の外にはアイガーの雄大な姿が広がっています。で、駅もすぐ近く。こちらのホテルを選んだ理由の一つが、この眺望と駅から徒歩30秒という抜群の立地。この雄大な景色を眺めながら、これから3日間グリンデルワルトでの滞在を楽しみます。今夜はたまたま見つけたレストランで念願のチーズフォンデュをいただきます。さあ、本場ですよ。お待ちかねのチーズフォンデュです。これもあるよ。これもつけんのかな結局。いや、それはつけないと思う。つけない？つけないっていうか、いや、つけるでしょ。つけない。あ、そのまま？これこのままじゃない？じゃあパンは基本的には食えばいいね。そう。はい、どうぞ。混ぜながら。おいしい。日本フォンデュはほらいろいろ野菜とかねつけて食べるじゃん。あれは日本流らしいよ。あ、そう。基本はパンとじゃがいもらしいよ。パンを食べてみようかな。パンだけ。あ、美味しい。ライ麦がちょっと入ってるかあらね、ちょっと酸味がない、ちょっと入ってるから美味しい。さあ、うまくなっとるわ。大胆に混ぜます。はい。一通り行き渡ったら最後くる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 でちょっとコーティングしてこっちもいきます。で冷まします。冷ますの美味しい。二度漬け OK？ 二度漬けよ。チーズが足りないんだな。二度漬けしちゃいます。はい。もういいんじゃないかな。店じまいだね。焦げついてきてるからね。美味しかったね。美味しかったね。グリンデルワルト2日目。今日はこの旅のハイライトの一つ、ユングフラウヨッホを目指します。ユングフラウヨッホの標高は3466メートル。富士山の頂上とほぼ同じ高さにあります。そんな場所まで電車で行けるというのだから驚きです。ここに登るってことかな。奥の方なんだ。
食をしっかり食べて早速出発します。今回はハイキングを楽しみながらユングフラウヨッホへ向かうコースをご紹介します。このルートの魅力は登山鉄道やゴンドラに乗れるだけではなく、ハイキングでスイスの大自然を肌で感じられること。上からも下からもアルプスの絶景を楽しめて、まさにいいとこ取りのコースです。歩く距離も短く、行きと帰りで少し違うコースを歩くので、様々な絶景を楽しめます。スイスでは天候で通行止めになることが多いので、出発前に駅のインフォメーションで確認すると安心です。ターミナル駅まで行く。まずエルナーオーバーランド鉄道に乗ってグリンデルガールドターミナル駅へ向かいます。トラベルパスが持ってて何が乗れて何が乗れないのか分かんないね。私もちょっと分からなかった。山岳鉄道何みたいな。エルナーオーバーランド鉄道の区間はスイストラベルパスを持っていれば完全に無料です。栄えてる。コープもなんか綺麗。新しい。そうね、マンリッヘンに私たち。グリンデルガルトターミナル駅からメンリッヘンへ向かいます。この区間はロープウェイを利用します。ありがとう。スイストラベルパスを利用すると、私たちが訪れた時は 50% オフで乗車できました。独占だね、また。リコラに乗りたかったな。リコラに乗りたかった。雨のマークでなんか変なの来ちゃった。ニスロってまあいいや。ゴンドラには私たち夫婦とおじいちゃんの3人だけ。メンリッヘンまでは約20分です。このおじいちゃんとの出会いがとてもいい思い出になりました。 Is this your first time? Yes. Yeah? Very nice place. Your first time? No. Yeah. I like this place. I live in Europe. I live in America. Wow. This is my favorite place in the world. Wow. Skin to skin. And you and I will always have. メンリッヘンに到着すると、おじいさんがとっておきの場所に案内してくれました。アリの町。観光ガイドには載っていない旅先での出会いが連れてきてくれた絶景です。じゃああそこに登るの。裏側にも来た。ああ、裏側に来たのか。ここからクライネシャイデックを目指して歩きます。約 4.3 キロのコース、所要時間は1時間ちょっとです。スイスを代表する山々に囲まれながら進む絶景ハイキングの始まりです。
いや、ああそうかもね。牛尾か。え？うわ、すごい。We'll always have that one night. We'll always have that sunrise. クライネシャイデックまであともう少し。何かのスポーツが合宿をやっているようです。なんだろう。え？何？え？相撲？え？登ってみよう。このだね。クライネシャーディーク駅に到着しました。ここからはユングフラウ鉄道に乗り換えて最終目的地のユングフラウヨッホを目指します。ユングフラウ鉄道は夏の観光シーズンには事前予約が必要です。私たちは1ヶ月前に公式サイトから予約を行いました。予約時には乗車駅や出発時間、ユングフラウヨッホでの滞在時間を指定します。往路だけでなく帰りの電車もまとめて予約できるので安心です。夏の繁忙期に訪れる方は早めに予約をお勧めします。いよいよこの旅の最大の目的地ユングフラウヨッホへ向かいます。クライネシャイデックから約40分、ユングフラウヨッホへ到着しました。冷たい。まずはエレベーターに乗って絶景を見に行きましょう。出れるんだ。
これがクライデチャイテック？うん、多分そう。いや違う違う。あ、違う。ユングフラウユングフラウ。怖っ。何これ。あの人たち何やってんの？すごい混んでるね。シンプルタグホイヤー。夢中になってる中東。すごい下に行きますか。展望台にはショップだけではなく見どころもたくさんあります。中でも人気なのがこのアイスパレス。氷河の下に作られた氷の世界です。すごい寒い。寒い。冷たい。雪祭りみたいなやつがあるんだね。先ほど上から見えていた山の稜線上の展望エリアまでやってきました。美味しそうだよね。ラーメン食べてるよね。気をつけばあっという間に帰りの時間です。3番線。ユングフラウ4歩での滞在時間はおよそ2時間。帰りの列車も行きの列車と同様あらかじめ予約済みです。ユングフラウ4歩を後にして帰りの列車に乗り込みました。アイガーグレッチャー駅まではおよそ24分です。ほとんどの人はそのまま下山しますが、私たちは途中のアイガーグレッチャー駅で下車してハイキングを楽しみます。Spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. Spin me again.
なってんのかな。ここが行ってあっちはどうなってるんだろう。クライベンサイネックみたいな感じだと思ったね。山小屋風な。いいんじゃないですか。カレー食べたい。ジャムみたいなね。ここからはアイガーの裾野を歩く絶景ハイキングの始まりです。先ほどまでいた雪と氷の世界とは対照的に、目の前には緑の草原が広がります。結構ずり落ちるよねこれね。美味しい。あそこが駅？違うよね。耳に GPS ついてるかもね。もしカウベル自体そんな進化したカーベルなんだ。スマートカーベルか。ちょっとな味気ないね。逆さ富士ならぬ。見上げればアイガーの岸壁、足元にはアルプスの草原。何度も足を止めたくなる景色が続きます。わあ、温泉スパ。やってみる。あー気持ちいい。足湯ならぬ。電車来んじゃん。電車。あ、足湯からの電車じゃない。足湯からの電車だね。おー、電車来るわ。ほら、電車を見るための足湯なんじゃない？これほら。おー。
ちなみに足湯と言ってますが冷たいお水です。本当だ、バブルだわ。軽い足。今日だ。The moonlight shines so bright. I wish that I could close my eyes and drift into a comforting sleep as I lie here beneath my sheets. Thinking おー、かっこいい。 牛追いだわ。雲が降りてきたもん。ほら、ユングフラ予報なんてもう見えない。ハイキングのゴール、フライデシャーウェック駅に近づいてきました。I'm contemplating my life, and I still can't close my eyes. Thinking about what could have been, and all the moments that I missed. But one thing that I'm sure of is, 今朝はここからユングフラウ鉄道に乗り、ユングフラウヨッホへ向かいました。氷河の絶景、アルプスの大自然、振り返るととても充実した一日でした。この後は登山鉄道に乗り換え、グリンデルワルトの町へ戻ります。all that matters now is that I really know that you are the one, the only one for me.ホープちゃん気持ち悪いでしょちょっと。あ、ほらセントバーナード、ほらフレッシュサラダ。おー、すごいする。お、はいどうも。いいじゃないでしょうか。いい。雲が晴れた。横のやつは何？ペッパーオフ。「
なんだこれもう。This direction, next train, and in the front, A or B. Oh, Go to the front. We will come as well. Go to the front. Town 見えてきましたよ。基本の滝よりももっとあれか距離は華厳の滝はちょっとあれ100メートルぐらい。どうだったかな。谷の町。谷の町をほら谷になってるでしょ。え？まさか上まで行ったりしないよね。上までは行かないわよ。Do you recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice? And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Time is gone and I grew up. I somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are, and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my